税金。45歳サラリーマンが最も地獄と言える理由5つ。税理士解説。税金・社会保障の観点から45歳が最も地獄と言える理由を5つに絞り込みました。最後に対策をまとめます。この動画を見れば税金地獄を攻略できます。1、社会保険料。45歳サラリーマンにとって社会保険料が地獄と言われる理由は、単に支払い額が増えるからだけではありません。負担の種類が増え、さらに逃げ場がなくなる仕組みが完成するからです。具体的な数字でその実態を解説します。介護保険料という第3の負担。40歳から徴収が始まる介護保険料ですが、45歳前後で昇進し給与が上がると、その負担感は一気に定着します。2026年度の介護保険料率は約 1.62%。 協会憲法です。月収50万円の人の場合、健康保険料と厚生年金に加えて月々約4000円、年間で約5万円の負担が新たに加算され続けます。これは20代や30代前半の若手社員には存在しない支出です。累計 30% に達する負担率。健康保険約 10%、 厚生年金 18.3%、 介護保険約 1.6% を合計すると、給与に対する社会保険料の総負担率は約 30% に達します。会社と折半しているとはいえ、実質的には自分の稼ぎの3割が消えている計算です。月収60万円なら総額18万円、本人負担だけでも毎月9万円近くが天引きされます。年間に直すと100万円を超える大金が所得税や住民税の前に引かれることになります。厚生年金の上限65万円という罠。現在の厚生年金の保険料計算には上限があり、標準報酬月額が65万円を超えると保険料はそれ以上増えません。一見すると高年収者に有利に思いますが、45歳でようやくこの付近に到達したサラリーマンにとっては地獄の入り口です。条件に達するということは、これ以上いくら頑張って昇給しても将来受け取れる年金額の計算の基礎となる報酬が増えないことを意味します。つまり一番の稼ぎ度に支払う高い保険料が将来の受給額アップに結びつかなくなる打ち止め状態です。ボーナスからも 15% が消える。毎月の給与だけでなく、45歳の楽しみであるはずのボーナスからも社会保険料は容赦なく引かれます。夏のボーナスが100万円出たとしても、健康保険、厚生年金、介護保険で合計約15万円本人負担分が消し飛びます。手元に残るのはさらにここから所得税が引かれた後の金額です。額面では大きな金額に見えても、手取り額を見るとこれだけしか残らないのかという絶望感を最も味わうのが支給額の大きいこの世代です。子供の社保、扶養から外れるリスク。45歳になると子供がアルバイトを始める年齢になります。子供が年収130万円を超えて働くとサラリーマンの扶養から外れ、子供自身も社会保険料を払わなければなりません。家計全体で見ると、親の社保負担がピークの時に子供の負担まで発生し、世帯の手取りが大幅に削られる事態に陥ります。このように45歳サラリーマンはあらゆるルートから社会保険料に包囲される、まさに逃げ場のない地獄に立たされているのです。2、レシン課税。管理職への昇進と所得税率の跳ね上がりが重なるこのフェーズは、まさに働いても報われない中所得者の断絶を生みます。所得税率が 23% から 33% へ跳ね上がる境界線。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、課税される所得金額が900万円を超えた瞬間、税率が 23% から 33% へと一気に 10% もアップします。45歳で課長や部長に昇進し、額面年収が1100万円から1200万円程度に到達したサラリーマンは、この 10% の増税の壁に正面から衝突します。昇給分の3割以上が税金で消える現実。仮に年収が100万円アップしたとしても、この税率の壁を超えている場合、所得税で33万円、住民税で10万円、さらに社会保険料の負担増を合わせると、増分100万円のうち半分近くが公的な負担で消えてしまいます。手元に残るのは50万円から60万円程度。月額に直すとわずか4万円から5万円の増加にとどまり、管理職としての重い責任や激増する業務量に見合わないという不満が爆発する時期です。住民税の通知書が突きつける1年前の代償。住民税は前年の所得に対して課税されるため、45歳でようやく昇進した喜びもつかの間、翌年の6月に届く決定通知書には増えた給料を打ち消すほどの高額な税率が記載されます。年収1000万円を超えると自治体からの手当や補助、高校無償化の所得制限などからも外れ始めるため、税金を払うだけでなく受けられる行政サービスが削られるというダブルパンチを食らいます。責任と手取りの逆転現象による意欲の減退。45歳の管理職は現場の最前線でトラブル対応に追われ、部下の育成や上層部との板挟みで精神的コストが最大化します。
しかし給与明細を見ると残業代が出ていた一般社員、時代と手取り額がほとんど変わらない、あるいは名ばかり管理職に近い状態でむしろ減っているケースすらあります。この努力が国に吸収される感覚はサラリーマンとしてのキャリアに対する最大の絶望感を生み出します。配偶者控除の消失という隠れた増税、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除や配偶者特別控除の額が段階的に減額され始め、1000万円を超えると完全にゼロになります。45歳で年収が大台に乗った途端、妻や夫を養っているという理由で受けられていた数万円の節税メリットが消滅し、実質的な増税となって家計を圧迫します。稼げば稼ぐほど国からのペナルティが重くなる構造が完成するのです。3、特定扶養控除。教育費の負担が急激に重くなる一方で、税制上の救済措置が全く機能しないこの期間は、まさに子育て世代の暗黒期とも言えます。中高生の子供は税制上のメリットがゼロ、中学生までの子供にはかつて扶養控除がありましたが、現在は子ども手当、児童手当の支給と引き換えに廃止されています。しかし高校生16歳から18歳になると、扶養控除額は一般の38万円しかありません。塾代や学費で年間100万円単位の支出が発生し始める時期であるにもかかわらず、税金面でのサポートは極めて限定的です。目13万円の特定扶養控除というお預け状態、最も大きな節税メリットである特定扶養控除は子供が19歳から22歳の間しか適用されません。この控除額は63万円と非常に大きいですが、45歳の親の子供がまだ中高生である場合、この恩恵を受けられるのは数年も先の話になります。多額の塾代を支払い、大学入試の受験料を捻出している今、この瞬間に国からの税務上の配慮は驚くほど手薄なままです。高校無償化の所得制限による新牛区、年収が上がり所得税の壁に衝突している45歳サラリーマンをさらに追い詰めるのが、高校授業料無償化、高等学校等就学支援金制度の所得制限です。共働きで世帯年収が約910万円、目安を超えると月額9900円の支援すら受けられなくなります。税金を人より多く納めているのに、子どもの教育支援からは真っ先に排除されるという不条理がこの世代を直撃します。大学入学金という人生最大の出費への備え、45歳は数年後に控えた大学入学という人生最大の現金流出に向けて必死に貯蓄をしなければならない時期です。私立大学であれば入学金と初年度学費だけで150万円から200万円が必要になります。この資金を高い所得税と社会保険料を支払った後の残りカスのような手取りの中から捻出しなければならないため、生活水準を極限まで削らざるを得ない家庭が続出します。児童手当の終了がもたらす実質的な減収、中学卒業と同時に児童手当の支給が終了します。月額1万円、年間12万円の現金収入がなくなる一方で、高校進学により食費や交通費、スマホ代などの生活コストは大幅に跳ね上がります。入ってくるお金が減り、出ていくお金が増え、さらに税金のサポートもないという、まさに家計のエアポケットに吸い込まれるのが45歳という年齢です。4、住宅ローン控除。住宅ローン控除という最強の還付金が消滅するタイミングは、45歳サラリーマンの家計における最後のとどめとなり得ます。毎年数十万円のキャッシュバックが突然ゼロになる恐怖。住宅ローン控除は年末のローン残高の 0.7%、1% が所得税から直接差し引かれる税額控除です。30代前半で3500万円から5000万円程度のローンを組んだ人の場合、毎年20万円から40万円程度の還付金を受け取っていたはずです。しかし45歳前後で控除期間が終了すると、このボーナス代わりの現金が1円も入ってこなくなります。額面年収が変わらないのに手取りが激減する。住宅ローン控除は税率を下げるのではなく、税金そのものをキャッシュバックする仕組みです。控除がなくなるということは、年間の可処分所得、自由に使えるお金がダイレクトに20万円から40万円減ることを意味します。額面年収や月給が変わっていなくても、この還付金が消えるだけで家計にとっては年間数%の強制減給を食らうのと同じ破壊力があります。ローン残高の減少に伴う控除額の目減り、10年や13年の期限を待たずとも45歳付近では元金の返済が進み、ローン残高自体が減っています。控除額は残高に比例するため、返済が進めば進むほど毎年受け取れる還付額は少しずつ減っていきます。借金を減らしているはずなのに、税制上のメリットも同時に目減りしていくというサラリーマンにとっては逃げられないジレンマに陥ります。固定資産税の軽減措置終了とのダブルパンチ。新築で購入した場合、建物部分の固定資産税が3年間または5年間半分になる軽減措置がありますが、45歳になる頃には当然これも終了しています。
住宅ローン控除という入ってくるお金が消える一方で、固定資産税という出ていくお金は本来の金額に戻っており、住居関連のランニングコストは購入当初よりも確実に重くなっています。メンテナンス費用の発生時期との最悪の重なり、約10年から15年が経過する45歳前後は、外壁塗装や水回りの修理など住宅のメンテナンスに数百万円単位の費用が必要になる時期です。これまで修繕費の積み立て代わりに還付金を当てていた家庭にとって、還付金が消えた直後に高額な修理見積もりが届く現実は、キャッシュフローを完全に破綻させかねない地獄のタイミングです。5、退職金課税。最後にして最大の絶望ともいえるのが、老後の命綱である退職金にまで国の増税のメスが入ろうとしている点です。45歳サラリーマンを待ち受けるルール変更の残酷な実態を数字で解説します。勤続20年を超えると跳ね上がる非課税枠の消失。現在の退職所得控除は勤続20年までは1年につき40万円ですが、20年を超えると1年につき70万円へと非課税枠が 1.75 倍も優遇される仕組みになっています。45歳で新卒から23年働いているサラリーマンは、ようやくこの70万円ボーナスステージに入ったばかりです。しかし政府はこの格差が雇用の流動性を妨げているとして、一律40万円程度に引き下げる検討を始めています。手取り額が数百万円単位で吹き飛ぶ試算。仮に勤続38年60歳定年で退職金2000万円を受け取る場合、現行制度と改正案、一律40万円と家庭では驚くほどの差が出ます。現行制度では非課税枠が2060万円となるため、退職金にかかる税金は実質0円です。しかし改正案で枠が1520万円に縮小された場合、差額の480万円が課税対象となります。さらにその半分に所得税、住民税がかかるため、手取り額は一瞬にして100万円単位で減少することになります。逃げ切れない世代への後出しじゃんけん。45歳は定年まで残り15年という折り返し地点を過ぎた時期です。これまでの20年以上を退職金があるからという前提で、安い給与や理不尽な労働に耐えてきた人も少なくありません。ゴールが見えてきたこのタイミングでのルール変更はまさに後出しじゃんけんです。20代なら転職や起業で戦略を立て直せますが、45歳からではキャリアの修正が効かず、ただ損を受け入れるしかない無力感に襲われます。経営者との出口戦略の決定的な差。経営者であれば税制が変わる前に退職金を前倒しで受け取ったり、中小企業共済などで別ルートの資産を作ったりと、自分の判断で出口を調整できます。しかし会社に首根っこをつかまれている45歳サラリーマンは、会社の規定と国の法律に従うしかありません。自分の老後資金の運命を他人に握られているという事実は、この世代にとって精神的な地獄となります。社会保険料負担との二重苦。退職金にメスが入る一方で、現役時代の社会保険料負担は増え続けています。現役時代に高い保険料を絞り取られ、ようやく手にする退職金からもこれまで以上の税金を持っていかれる。45歳サラリーマンはまさに入る時も出る時も国に補足される究極の納税マシーンとして、老後直線まで走り続けなければならないのです。6、対策。45歳サラリーマンが地獄から脱出するための現実的な処方箋は、資産を守る非課税運用の活用ことと、課税のルールを変える経営者の視点を持つことの二段構えです。それぞれの対策の違いと、どれが自分に合うかを見極めるポイントを整理します。資産を守る NISA とiDeCoの違い。これらは手取り税引き後のお金を効率よく増やすための守りの武器です。 NISA、少額投資非課税制度。仕組み、株や投資信託の運用益が無期限で非課税になる制度。メリット、最大の利点は自由度です。いつでも売却して現金化できるため、子供の急な学費や住宅の修繕費に対応できます。45歳への助言。45歳からでも定年まで15年、人生100年時代なら運用期間は40年以上あります。複利の効果を考えれば今すぐ始めるべき必須の対策です。iDeCo、個人型確定拠出年金。仕組み、自分で作る第3の年金。メリット、課金が全額所得控除になる点が NISA とも最大の違いです。45歳で所得税・住民税率が高い人ほど、毎年数万円、十数万円の確実な節税になります。デメリット、原則60歳まで引き出せません。45歳への助言。節税という点では最強ですが、手元の現金がロックされるため、教育費に余裕がある場合に限ります。課税ルールを変える副業とマイクロ法人の違い。サラリーマンという地獄のルールから経営者という有利なルールへ片足を踏み入れる攻めの戦略です。副業、個人事業主として。仕組み、会社勤めをしながら個人で事業せどり、ライター、コンサルなどを行う。メリット、事業が赤字の場合、サラリーマンの給与所得と損益通算ができる点です。 PC 代や通信費を経費として計上し、払いすぎた所得税を取り戻す還付を受けることが可能です。45歳への助言。
特別な設立費用もかからず、最も手軽に経費という武器を手に入れられます。マイクロ法人、一人社長の会社。仕組み、自分一人だけの法人を設立し、社会保険や税金を最適化する。メリット、社会保険料を劇的に抑える裏技として機能します。例えば、法人から自分への役員報酬を月額 4.5 万円などの定額に設定し、社会保険料を最小限に抑えつつ、残りの生活費を副業の事業所得や法人の経費で賄う戦略です。デメリット、法人の設立費用約20万円や毎年の均等課税赤字でも約7万円、決算の手間がかかります。45歳への助言、年収が高く副業での利益も安定して出始めた人が検討すべき究極の出口戦略です。7、終わりに。45歳サラリーマンは地獄ですが、それはサラリーマンというルールだけで戦っているからでもあります。国や会社が用意したレールだけでなく、NISA や副業といった自分専用のレールを1本横に敷くだけで、45歳からの景色は驚くほど変わります。知っているか知らないかだけの差が10年後の手取りに1000万円以上の差を生むのです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。ご意見ご質問も歓迎します。